皆さんこんにちは。世界中の約170カ国に読者さんがいてくださるブログ、元気が出るトッコの部屋のトッコです。先日、広島の非ステロイド団体が Zoom で私の講演会を企画してくださいまして、ステロイドの副作用から最速で脱出する方法という演題でお話しさせていただきました。ところが101組目の方から参加できないというトラブルがありましたため、たくさんのご要望をいただき、今回ついに YouTube で公開することと相なりました。今回は大阪の阪南中央病院の脱ステロイド脱保湿治療の提唱者でいらっしゃいます佐藤健二先生のもとで受けた治療内容を詳しく説明させていただいています。つまり良くなる方法です。実際に私のブログの英語版や主催している学習グループの英語版で徹底的にこの内容を学んで良くなった海外の方々が地球規模で増え続けています。イギリスではその良くなった方々がメジャーなメディアに次々と登場し、そのビフォーアフターの写真が世間を騒然とさせ、世論が動きました。あちらの皮膚科学会がステロイドの副作用を認め、それに続き政府広報でもステロイド使用についての警告が発表されたほどなんです。この日本発祥の治療が遠いヨーロッパの一つの国の世論を動かす大きなきっかけとなっています。それだけすごい効果のある治療だということです。私がこのような活動をしているのは、現在アトピーや湿疹などにステロイド等の免疫抑制剤を使いたくない、でも使わないならどうしたらいいのかわからないと途方に暮れている方々への情報提供のためです。あるいは24時間365日自分の体と付き合っているからこそ、明らかな薬の副作用に患者側が気づいたにもかかわらず、まだ世界には有効な治療法が確立されていないために、適切な治療が受けられず、恐ろしい症状と悶々と戦っている方々が地球規模でいらっしゃるので、この有効な方法で救済するためです。さらに、世界中の同じ症状に苦しむ患者さんたちで、日本に来て阪南中央病院に入院したいという方々が溢れるほどいらっしゃいますが、病院側も当然のように地球規模の要求にいろいろな面で対応しきれません。現在の世界情勢では、こういった形の情報提供で救済するのが経験者としてできる最善の策だと思って活動しています。ステロイドを使いたい方への批判の意図は全くありませんし、使わざるを得ない方々を抗議する理由は私にはございません。時代の流れとともに確立されていくであろう選択の自由の一つとして、役に立つ情報を必要な方だけにお届けするというスタンスで非営利で活動しております。この情報がどこかでどなたかのお役に立てれば嬉しいです。また内容に関しましては、佐藤健二先生に丁寧な監修もしていただいておりまして、一部私が入院していた頃と状況が変わったことなども含め、進化し続ける脱保湿治療の補足説明をいただいています。最後の方で列記しておりますので、しっかり最後までご覧くださいね。それではどうぞ。皆さんこんにちは、トッコです。今日はお忙しい中ご参加ありがとうございます。ブログ、YouTube、Facebook のグループ運営といいねやシェアでの応援ありがとうございます。また本日は脱保湿の大先生たちまでもが皆さんお揃いで一患者の講演にご参加いただいているようで、恐縮ながら心より感謝いたします。さて今日は良くなる方法を説明させていただくので、メモをご用意なさってご覧ください。まずご存知のない方のために私の経歴を紹介させていただきます。アトピーのためステロイドを生まれて半年から52年間
その時代の一番強いものをずっと処方されてきました。地球史上最強のステロイドも発売直後から30年間処方され続けてきました。この最強のステロイドを使用すると、人の体内のステロイドの10万倍の強さのステロイドを塗ることになるそうなんですけれども、それほどすごいものを使っていたにもかかわらず、そのことを知ったのはごく最近のことです。阪南中央病院の佐藤健二先生のお話で知りました。ステロイドが効かなくなってきましたので、徐々に減らしてやめてみたところ、ウルトラ級の副作用を体験いたしました。私は世界中のたくさんの非ステロイドグループに関わっているので、膨大な数のステロイド副作用の写真を見たことがあるんですけれども、自分が世界に誇るワーストの一人と自負しております。壮絶な症状を抱えながら、都内ではどこにも脱ステ入院のできる病院が見つからず、近隣のクリニックで処方された大量の保湿剤を毎日全身に塗りながら、自宅療養で2年半ほどひたすら耐えました。見た目は化け物のようで、10年来の友達も職場の同僚すらも、すれ違って声をかけても私が誰なのかわからないんです。名前を言ってもしばらくわからないんですよ。別人すぎて。それくらい変貌を遂げていました。3回目のひどい悪化の時に意を決して東京の駆け込み寺藤沢皮膚科に参りました。それまで脱保湿は痛そうでやってみる勇気がなかったんですね。でももう脱保湿以外ないと思ったんです。全身に及ぶ重症だったので、その場で大阪の阪南中央病院を紹介してくださってすぐに入院しました。こうして脱保湿提唱者であられる佐藤健二先生の下で脱保湿治療を始めました。2015年秋のことです。どんな状態で入院したかと申しますと、足全体は直径2倍に腫れて1センチメートル動かすのも激痛で、流れ続ける浸出液で首から足首まで分厚いタオルを30巻きにして1時間のフライトをしました。大阪の伊丹空港に着いた時には服の外まで浸出液が染み出て、水に入ったようにびしょ濡れ、靴から溢れ出た浸出液で空港の歩道に足跡を残すほどの状態でした。しかし入院後3ヶ月以内に薬なしで恐ろしい症状が消えるという驚愕の体験をいたしました。わかりやすいので左足の経過をご覧いただきます。ひどい皮膚症状が苦手な方は最初の3枚はご覧にならないようになさってください。それではご覧いただきます。こちら入院25日目ですね。もう人の皮膚とは思えない状態です。はい、そしてこちら入院43日目。ひどい症状に見えますが、これは悪化ではなく乾燥が進んでいる治癒の始まりです。余談になりますが、ニュージーランドの作家の方でご自分の著書に佐藤健二先生の脱保湿治療のことと私の活動のことを書いてくれているんですが、彼はこの写真のことを足ではなく100年間海底に沈んでいた沈没船の錆びた残骸のようだったと説明されていて、私的には非常に受けました。ちなみに彼の本の中で佐藤健二先生は映画スター・ウォーズのヨーダと例えられていまして、私のことはジェダイと説明されていました。それもちょっと笑いました。こちら入院61日目、かなり乾いて良くなってきてますね。はい、そして入院73日目。この間塗り薬は一切なしです。特別な薬を飲んだわけでもありません。このひどい症状がたったの3ヶ月で消えるのですから、医療のサポートを受けられずに困っている患者さんたちに広めなければと思いまして、ブログを開始しました。元気が出るどっこの部屋ですね。
少ししてからですね、佐藤先生のご承認もいただきまして、英語版も始めました。瞬く間に全世界に広まりました。こちら、私のブログの読者さんの分布図です。現在、アフリカと中東の数カ国以外、地球上のすべての国に読者さんがいてくださいます。これ、自慢したいわけではないんですね。これだけステロイドの副作用患者が適切な治療を受けられずに苦しんでいるということを表している地図にもなるんです。私のような素人の発信する情報にすらすがりつかなければいけないという世界の現状です。また苦しんでいるのはあなたやあなたのご家族だけではないというのも知っていただきたくお見せしています。他にも活動は脱ステ脱保湿の先生たちにご協力いただきながら YouTube、Facebook の学習グループやサポートグループを日本語と英語で運営しております。まだ入っていない方はぜひ入ってください。特に一番下の脱ステ脱保湿サポートグループですね。こちらは日本語です。その真ん中のですね、NMT ヒールドクラブっていうのはですね、英語版ですけれども、治った方、脱保湿を私の発信から勉強なさって治った方のビフォーアフターの写真がたくさん載っています。質問が3つありますが、イエスと3回答えていただけると、世界中に散らばる私のアドミンの方々が承認してくださいますので、ぜひこちら日本の方もお入りになって脱保湿がどんなものなのかご確認いただきたい、あるいは元気を出していただきたいと思います。海外の方は私が発信したその内容、つまり病院で何をやって良くなったかを勉強してこの治療、脱保湿をやってくださっていて、すでに莫大な数の方々が提供した情報だけで良くなっています。イギリスでは日本の脱保湿治療で良くなった方々が中心となって次々とメジャーなメディアに取材を受けたり SNS で発信されています。そして世論が動きまして驚くべき前進がありました。2021年1月にイギリスの国立湿疹協会と英国皮膚科学会が共同見解声明を発表したんですが、ステロイドの副作用を認める説明だけでなく、脱ステを治療と認めています。同年9月にはイギリス政府もステロイド外用剤の使用による副作用について警告を公式に発表しています。地球規模でのステロイド使用70年の歴史の中で初の快挙です。患者が山を動かし始めました。日本の脱保湿治療の成果が遠い海外の一国の社会情勢を変える一助となっているというより大きなきっかけとなっています。非ステロイドのサポートグループは世界中にたくさんあるんですけれども、良くなったと誰かが言うと、あなたも脱保湿をやったの？と必ずと言っていいほど質問が出るくらい、今やこの治療は知れ渡っています。とにかくこの発信で良くなっている方々が世界中に爆発的なスピードで増えているんです。脱保湿は日本が本家本元ですから、今日は多くの方に聞いていただきたかったので、たくさんお集まりいただいてとっても嬉しいです。私は阪南中央病院の入院3ヶ月弱で腸のつく重症の症状が消えたんですが、他の入院患者さんはもっと早く45日前後で退院する方々が多いんです。とっても早いんです。ステロイドの副作用で私より後に入院した患者さんたちが次々と健常者の姿で先に退院していかれるのをたくさん見ました。この治療で良くなる人々がいるというレベルではなく、先生の指示通りに頑張った皆さんが良くなっていたんです。今日はその入院生活を詳しくお話ししますね。で、前置きの長さに定評のある私ですが、本論に入る前に大事なことをいくつかお話ししたいと思います。皆さんに
お売りする商品はございません。何も売らないので、情報を信用してくださっていいんです。壺を売ったりする営業はやっておりません。たまに誤解されている方がいらっしゃるので申し上げますが、こういった活動で支出をすることはありますが、1円も稼いでいるわけではないです。これを話すことで私の生活が明日から劇的に良くなるならいろいろ思っちゃうかもしれないんですけれども、そういうことはないんですね。ですから大げさに言う必要が全くございません。情報の信憑性の判断基準になるかと思います。今日のお話はまた子ども向けではないと思われるかもしれないんですけれども、実は親御さんが脱毛質の概念を知る上で素人の説明が分かりやすいこともあるんですね。概念を知ることはお子さんに脱毛質をやる場合に必須なんです。それが分かっていないと脱毛質でやってはいけないことをやってしまったり、やらなければいけないことをやらないでしまったり、判断すべきところで判断ができなかったりして治癒が遅れてしまうんです。また脱毛室の先生が近くにいないという方が多いですよね。なしでやられるなら真面目に徹底的に書籍を読んでご自身がマスターしなければなりません。海外の脱毛室で良くなった方たちは私のブログや学習グループで発信した情報を読みまくった方々です。大変な努力をされているんです。学ぼうにも翻訳本は海外には一冊もないんですね。日本の医学が海外に進出するのは少ないですから、やろうと思ったらそれはもう大変です。他のグループで私が発言したこともフォローしていたり、Google 先生の翻訳を使ってでも日本語の記事を読んでいらっしゃるんです。一方、読みまくる努力なしですぐに手っ取り早く質問される方々がいらっしゃるんです。そういう方々は結局知識が不足なので迷いが出ちゃうんですね。あっちの治療、こっちの治療と揺れ動いて結局治癒に時間がかかっています。やるなら徹底的に学んでマスターしてください。脱毛質をきちんとやり続けているけれどもなかなか良くならないという方々もいらっしゃいますよね。これが理由やもしれないということを最後の方であれこれ話します。気づきのきっかけになるといいなと思います。さあ、もったいぶって出てまいりました。いよいよ阪南中央病院での入院生活の流れです。どうやったらこのように良くなるか。まず日々の流れをご紹介したいと思います。基本は脱毛質を徹底的にやりながら規則正しい生活、よく寝る、よく食べる、運動するなんです。信じられないかもしれないですけれども、これだけで症状が消えたんです。入院生活の流れは脱毛質の翻訳本がない海外の方々は喉から手が出るほど知りたいことなんですよ。全く同じように実践してみたいとおっしゃいます。病室のインテリアちょっと覗いてみましょう。基本4人部屋です。カーテンで仕切られていても先生の開診時の話が聞けて勉強になるので、皆さん聞けるところは一生懸命聞いて勉強されています。枕元には佐藤健二先生の著書、インテリアの中で一番大事です。バイブルと呼ばれているんですが、祈りなさいではなくお読みなさいという感じですね。さて、入院生活での起床ですけれども早めです。早く起きます。誰も顔を洗いません。これは潤い成分や常在菌を洗い流したくないからです。洗っちゃダメという誤解をなさらずにお願いいたします。衛生も大事です。感染症を防ぐために洗うことが必要な症状もありますのでね。それから朝食までの間、運動する患者さんもたくさんいらっしゃいます。代謝を上げる、代謝を上げると若手の先生にいつも鼓舞されているんです。朝食は8時です。
朝食後は先生の回診なんですけれども、その時に質問などで疑問点を解消します。入院患者にとってはこれが大きいんですね。不安になっている方々がほとんどなので、安心感が得られる貴重な時間なんです。シャワーのこと、運動のこと、汗のこと、皮膚の状態、かゆみ、匂い、寒気、心の問題、水分制限などなど何でも質問します。詳しくは後ほど説明しますが、この治療では早い治癒のために皆が水分制限をするので、入院患者全員がそれにかなり気をつけて生活しています。摂取水分量が改善に大きく影響するんです。例えば赤みが引かないとき、レッドスキンシンドロームですね。赤みが引かないときや脂質液が多いときは、通常水分の取りすぎが多いことを指摘されます。ちゃんと制限内でやりましたと申告しても、寝る前に自販機のコーヒーの大を密かに飲んだことを先生はお見通しです。それくらい水分摂取量の影響は皮膚が語るんです。先生が症状を見てくださって、水分制限がうまくいっていないと水分摂取量を減らすという素敵な地獄のアドバイスを受けることもあります。早く治すための愛のアドバイスです。この診察とアドバイスによる安心感に関しましては、自宅で実践される方には真似できない部分です。自力で本を読んで学習する以外ありません。鼻に入院されたことがある方は、真ん中ら辺に何か異変を感じましたか？世界の佐藤健二先生を漫画にしてみました。さすが私大胆ですね。プロ級ですか？私はプロを立てない主義なので、こんなに上手に描けてしまいました。申し訳ございません。阪南中央病院の午前中は忙しいです。シーツ交換、ベッドの周りの掃除、洗濯をして屋上に干しに行くなど、あえて体をとにかく動かします。これも治癒のためです。やるべきことを済ませると、次は早足で散歩、ジョギングなどに外出します。代謝を上げて新しい皮膚の生成を促すためです。心拍数が120まで上がるのを目指して運動いたします。私の場合、放火式炎で足が電柱のように腫れて激痛だった上に、腫れが引いてからもしばらく足を1センチ動かすだけで激烈な痛みもありまして、歩行禁止、その後車椅子、その後院内のみ歩行許可という経過をたどっています。外に出る許可をいただいてからも、距離を少しずつ伸ばしていっただけで、心拍数120を目指すどころか、普通に早足での散歩を始めたのはだいぶ遅かったんですけれども、それでも3ヶ月以内で良くなりました。あれができない、これができないと他の方と比較して悩む必要はありませんよ。昼食は12時です。その後はほとんど全員が運動のために外出します。早歩き、ジョギングが多いですね。バスで行くような距離のところにあえて早足で歩いて買い物に行ったりもします。運動は何でもいいんですけれども、ヨガなどを一生懸命やって亀裂が広がった患者さんもいらしたらしいです。ご自分にふさわしくかつ代謝を上げるのに効率的な運動を考えて選択をなさってください。再度申し上げます。代謝を上げるためには心拍数が上がる運動が効果的です。運動以外の空き時間は思い思いにストレスのない生活をします。シャワーも決まった時間内に交代で入るんですけれども、先生の指示により回数を決定します。週に3回くらいの方が多いですね。仲間たちと美味しいものを食べに行ったり、観光名所を巡ったり、ショッピングしたりなど、
私の入院中は何でもありでした。部屋に集まって体操部とか名付けて、みんなで地味にラジオ体操をしたり、とにかくやたら笑っていましたね。ストレスのない楽しい気分を維持するのが大事です。入院生活は毎日が修学旅行のようでした。調子が良ければ昼ご飯などを止めて外出することも許可されていました。たまに京都までプチ旅行、USJ で歩き回るなどもやっている患者さんもいらっしゃいましたよ。私の場合は旅が大好きなので、歩けるようになってからはほとんど電車でどこかの観光地に行って、そこでは人々が振り返っていたのではないかというくらいの速さで歩き回りました。競歩の選手だと思われていたかもしれません。ノンストップにしたかったので、風景写真も歩きながら撮ってました。カメラを止めて体だけ先に進んでいる感じですね。パントマイムのパフォーマーみたく。代謝を上げると新しい皮膚が早く再生されるという知識があると本当に頑張れます。夕食は18時です。私は1日1750キロカロリーになっていました。さて、入院生活で大事なのが記録です。日中も何度もしっかりとやり、夜に最終的にまとめます。食事をちゃんと食べたか、運動散歩はありなしか、就寝起床時間、睡眠状態、良好かどうか、それからかゆみの度合いですね。全くかゆみがない、わずかにかゆみがある、軽度のかゆみで少し辛い、中等度のかゆみで辛い、強度のかゆみで大変辛い、耐えられない強いかゆみ、こちらの6段階に分かれています。痛みがありなしと、あと落雪量ですね。なし、少し、1日1回の掃除で良い。中は片手2分の1杯程度。多いのは片手1杯。で、浸出液の量ですが、なしか少ないときは気にならないですね。中はシーツにシミがつき少し気になる。多いのはベッドが汚れかなり気になるというところで記録をしました。こちらは水分チェック表です。右の白いところがそうなんですけれども、水分量管理のために何か飲むたびに記録を取っていました。これはヨーグルト、プリン、果物なども換算して含みます。夜にトータルを出すんですね。計算の仕方なんですけども、例えばリンゴ1個を食べたとしますよね。リンゴ1個だいたい 300g ぐらいですね。300に 0.85 をかけます。0.85 どこから出てきたかと言いますと、下の方に赤い字でアップルと書いてまして 85% が水分量だという意味です。アップルの 85% が水分量ですので、300×0.85、つまり1個食べると 255ml の水分を取ったことになります。誰もが早く治りたいので厳しくこれはやっておりました。例えば1日 1200ml の患者さんが表のように1174摂取していれば、あと 26ml あるからぶどう一粒食べてもいいかなとか考えてやっていました。消灯は9時半です。気絶するように寝入ります。これができるかどうかで大きな違いが出てきます。以上が入院生活の流れなんですけれども、これだけではなぜ良くなるのかさっぱりわからなくて当然で、どうしても脱保湿の概念と脱保湿がどんな治療なのかという説明を加えなければなりません。脱保湿ってどんな治療？脱保湿という治療は保湿をやめるだけでなく、保湿になる行為を徹底的に取り除き、皮膚を極限まで乾かします。乾ききった皮膚はかさぶたにより見た目が良くない上にかゆみが相当増すんですけれども、それは悪化ではなく治癒の途上なんですね。
その段階を乗り越えて良くなっていきます。良くなっていくと最終的には皮膚が自ら潤い成分と皮脂を作り出すんです。つまり丈夫で美しい肌になります。よく非ステロイドのサイトや SNS で見かけるのが全く脱毛質の概念を理解していないコメントなんです。例えばですね、脱毛質をやっているけれど私の場合は首が乾燥で痛くて動かせなくなっちゃうから保湿剤は絶対に必要なのなどというコメントですね。首に炎症があれば乾かすと痛いのは皆さん同じです。それを忍耐で乾かすのが脱毛質です。そのかさぶたが落ちて良くなった後に必ず動かせるようになります。それだけでなく良くなった後、当初は目には見えないんですけれども肌が自ら潤い成分を作り始めるので年々丈夫で美しい肌になります。またこんなコメントもあります。脱保湿中だけど私は感染を防ぐためになんとかなんとかバスソルトは絶対に必要なのとかガーリックバスは欠かせないのとかそんなことを言って保湿行為を繰り返している方もよくいらっしゃいます。脱保湿治療をやっていることにはならないんですね。概念を理解されていないということです。脱保湿は何も塗りません。ステロイド、プロトピック、タクロリムスは中止ですね。ローション、オイル、クリームなどどんな保湿剤も一切肌に塗りません。これは現在も私も続けております。ネオーラル、シクロスポリンですね。こちらも中止します。しかしこれだけが脱毛保湿ではないんですね。決まった時間に起床就寝です。規則正しい生活。肌の一日も早い生活のためには夜10時から夜中の2時の間に熟睡することがとっても大事です。かゆみと不快感で不眠になるケースが多いんですけれども、これができるかどうかがポイントになるほど、この肌のゴールデンアワーに熟睡するのが早い治癒のために重要です。10時から2時は成長ホルモンが出て、これが皮膚の生成を促すので絶対熟睡なんです。病院では睡眠導入剤を処方されるケースもありまして、それくらい眠るのが大事です。9時半の消灯で10時には気絶するように生活するんですね。そんなパターンに調整します。再度申し上げます。この時間帯は熟睡です。私自身眠れない症状だったんですけれども、睡眠導入剤を処方されてこの時間にしっかり眠るようになってから目覚ましい改善が始まりました。脱毛質のこの部分は特にすごい効果です。ガーゼ1枚治療を説明いたします。かいてしまった時、とにかくそのまま乾かすのが脱毛質です。何も塗らないし、それが何より早く肌を回復させてくれるんです。私も身をもって体験いたしました。ところが新世紀が多すぎてかさぶたが形成されないほどの時があるんですね。その時にこの治療をいたします。ガーゼ1枚をかさぶた代わりにするんです。綺麗な新品のガーゼでも一度水道水で構わないので、洗って乾かしよく揉んでから使います。ガーゼからの刺激がないようにするんですね。傷口、ビランですねにテープなどなしで貼ります。これがかさぶたとなって固まるんです。くっつかないほど少量の新湿液は放置して乾かした方が早いですよ。わざわざテープで貼り付ける必要はありません。テープに巻けちゃいますからね。貼るのは1枚のみで重ねないんですが、剥がす時のことを考えて傷口より小さいサイズに切ったものを傷口の形に貼り合わせてください。少しして端の方から乾いて剥がれてきたら、その剥がれた部分だけ切り落とします。くっついている部分だけ残すんですね。シャワーを浴びるときもそのまま浴び、そのまま乾かします。無理に剥がしません。最長1週間まで同じガーゼを貼っていていいんです。詳しくは YouTube のドッコズルームというチャンネルの脱毛室1で説明してあります。
話は飛びますけれども、小児科の第一人者の佐藤美津子先生もこちらでとってもためになることをたくさん発表してくださっています。お子さんにステロイドを塗らない治療をしている親御さんは絶対にご覧ください。代謝を上げることは新しい健康な肌が作られるのを促進するので、毎日運動します。代謝を上げるのは心拍数120以上の運動が望ましいです。可能なら1時間以上のジョギングや早歩きなど、1時間できなくても少なくとも少し汗ばむぐらいまで頑張ってみてください。代謝を上げることで健康な肌作りが促進されます。ただし、できなかったから、できないからと言って落ち込むのはやめましょう。徹底した保湿をするのが脱保湿です。軟膏も保湿です。水の飲みすぎも保湿です。洗いすぎも保湿です。布団にずっとくるまっているのも保湿です。厚着も保湿です。化粧も保湿になります。日焼け止めも同じです。ぐるぐる巻きの包帯も保湿です。液体石鹸も保湿です。脱保湿の入浴シャワーについて説明させていただきます。病院内では感染防止のためにシャワー浴だったんですけれども、頻繁なシャワーや入浴はお肌の潤い成分や皮脂だけでなく必要な常在菌も洗い流してしまうんですね。シャワー頻度は症状により先生に決めてもらいます。週 2,3 回の場合が多かったです。2、3分程度っていう感じですね。冬は回数を減らして、夏は少し増やしていいようです。乾燥時は石鹸を減らし、部分的に洗ったり、発汗部分だけ洗ったりとか工夫します。糜爛のある重症の患者さんは先生の指示でしばし我慢したりします。私の場合は入院前はこれを知らずに毎日入浴していたんです。全身の白い鱗状のかさぶたですね。それが浴槽で全て剥がれ、バスタブがいつもすぐに真っ白になりました。お風呂上がりはまたずるむけやけどのようになるのを繰り返していたんです。これはとっても危険なことなんです。過皮、滲出液などタンパク質でできているので、体は失うたびにそれを作り出して治ろうとするんです。膨大なタンパク質を体が消費し続けていたので、入院した時は種病名は皮膚炎でなく低タンパク血症であったほどなんです。再度申し上げます。皮膚は滲出液や過皮を作って治ろうという動きを繰り返します。滲出液や過皮は治るために必要なものだからです。常にそれらを拭いたり剥がしたりして取り除くのは危険行為です。入浴シャワーのメインの理由はバクテリアを減らして感染症を防ぐためです。さらにもう一つ注意事項を申し上げます。お風呂の温かい温度はかゆみを促進します。どちらにせよ早く済ませることです。時には数十秒でも構いません。また温泉も保湿行為となります。地球規模でコマーシャル戦略にしっかり洗脳されてしまった人類は毎日入浴し、いろいろな石鹸を使いますが、石鹸なしでいけるならその方が良いです。シャンプーも固形石鹸を泡立てて代用するのがおすすめです。特に液体石鹸、ボディーソープは石鹸を液体にするために石油化学製品である界面活性剤が使われているので厳禁です。しかも洗い流したつもりでも皮膚の間に入り込んで残りがちなんです。脱保湿中の浸出液について説明させていただきます。浸出液を拭き取ったり洗い流してしまうと非常に治りが遅くなります。浸出液は体が自分で治ろうとして出てくるので拭き取らずに乾かします。
同時に新世紀はばい菌が増殖するために最良の栄養素を含んでいるんです。新世紀を拭き取らずに治癒に生かしながら、ばい菌の温床としないために衛生を心がけるという全く違う2つの動きをバランスよく並行する必要があるんです。つまり拭き取らずに乾かし、同時に感染症を防ぐために衛生面も気をつける。そこでシャワー、入浴頻度の工夫が必要になるんです。多すぎもダメ。しかし少なすぎて感染するのもダメ。感染を防ごうと入浴剤を入れる方が多いんですけれども、感染症というものはそのような商品で簡単に防げるものではないというふうに佐藤先生から教わりました。商業戦略に載せられないでください。衣類は綿です。厚着を避けます。異常な寒気の時は仕方ないんですけれども、できる範囲で薄着にしてください。シャツをズボンに入れないでください。服の中の空気の流れを良くする必要もあるんですね。病院ではダボダボの木綿の T シャツと大きめの薄い木綿の半ズボンで私は過ごしました。下着は裏返しが基本です。縫い目の刺激がないようにするためです。布団や毛布をたくさんかけるのも保湿行為になります。脱保湿のその他あれこれの説明です。薬は必要であれば、かゆみ止め、睡眠薬、感染に対する抗生剤、その他病院などで便秘した時ですとか、体の他の不調の時も脱保湿に支障がないものは処方してもらえます。かゆみに冷凍庫のアイスパックを使って少しだけ軽減させる方法もやっています。洗濯をするときは洗剤は普段の 7,8 割に減らします。外に出るときには日焼け止めを塗らないので、日傘や帽子などは必需品です。水分制限の説明をさせていただきます。体内に水分が多く入ると浸水気が多くなったり、皮膚が傷つきやすくなるんです。やってみればわかるんですけども、これが劇的な治癒に大きく寄与しています。水分制限は日本が誇る脱保湿だけと思われます。世界中のお医者さんもどなたも気づいていないすごい発見です。これは医学的に安全なレベルなんですけれども、誰にとっても相当辛いくらいのレベルです。この治療の中でかなり大変な部分なんですけれども、これが本当に効果的なんです。詳しく説明したくて一度全部書いてみたんですけれども、本でも書かなければ無理なくらいの量になるので、ざっと概要を説明させていただきますね。入院患者にはそれぞれの1日の摂取水分量を先生が体重ですとか症状などから決めてくださって、徹底的にそれを守ります。病院では常に同じような水分量の食事が提供されるので、食事以外の水分摂取量で計算します。病院ではですね、食事外水分量1100から 1200ml と設定されている患者さんが多いです。果物、ヨーグルト、プリン、ゼリーなどももちろん水分として換算いたします。果物の計算方法は先ほど説明させていただいた通りです。ネットで調べることもできますよね。自宅で脱保湿やる場合は水分の多いメニュー、例えばスープですとか鍋物ですとかリゾットなどなども水分摂取量として計算します。注意事項です。風邪などで38度以上の発汗時は水分制限はしません。広範囲の広範ですね、赤くなる症状、広範がある場合も体表面から蒸発する水分が多いので少し多めに摂取する必要があります。6歳以下は水分制限はいたしません。妊娠中、授乳中、その他の疾病などの特別なケースもしません。運動による発汗時は追加で水分摂取をします。コツとしては
夕食後から翌朝まで飲まないことですね。この水分制限は真っ赤になっている皮膚、レッドスキンシンドロームと心室液を止めるのに絶大な効果があります。その2つの症状が残っている間は水分の摂りすぎを考えた方がいいかもしれません。水分制限はしっかり学習してやりましょう。計算方法や注意事項をしっかり佐藤先生の著書で学習して医療のサポートのもとに行ってください。水分制限は運動時の発汗だけでなく、肺から出される呼気中の水分、後半などで体の表面から蒸発する水分など、あらゆることを計算し尽くされた上でのものなので、自宅でなさる場合は入院患者さんのように完璧を求めないようにした方がよろしいかと思います。私のブログ、元気が出る特攻の部屋で検索するとたくさん書いてありますので、全部読んでみてください。水分摂取の調節を考えるにあたって素人に判断できるのは尿の色です。水分摂取型は透明です。制限しすぎは赤がかった黄色。いつも普通の黄色になるように調節してください。もう一つは喉の渇きです。朝食のパンを液体で流し込む必要のあるときは水分不足です。高ナトリウム血症などの心配もありますので、再度申し上げます。医療のサポートが必要です。私が思うに皮膚科でなくても良いのではないかなと思います。これに関しては。脱保湿中の食事について説明させていただきます。バランスの取れた食事が一番重要です。心室液や過肥、かさぶたが多いときは、タンパク質は多めに摂ってください。タンパク質は皮膚を作る材料です。意識的に少し多めに摂るのはおすすめです。水分が欲しくなるので塩分は控えめにしてください。また水分は控えめにしてください。私たちはどうしても食べ物に神経質になりがちですが、阪南では何でも食べてよいって言われるんですね。仲間同士で美味しいものを食べによくみんなで出かけました。自分へのご褒美と呼んで甘いものもみんなで食べに行ったりして、食べ物ストレスなしの生活を送りました。ただし甘いものを食べてもお茶は本当に控えめにしていました。そこは誰もがしっかり守っていました。身をもって違いに気づいているからです。もちろん食べ過ぎは厳禁ですよ。とにかく水分に一番気をつけていましたし、それが地位へのかなりの近道だったと確信しています。一つエピソードがあるんですけれども、ある日観察力の鋭い佐藤先生が会診の時に一目で私の部屋にあった小さな醤油瓶を即座に見つけて、それは何と聞かれたことがありました。病院食は味が薄いと思って水分制限の重要性を知らずに入院前に買い揃えていたものなんですけれども、私もこれは部屋のインテリアですと即座に答えました。笑えることがいっぱいの入院生活でしたけれども、次サプリメントですが、病院食をきちんと食べれば不要です。またあまりに小さな分量にこだわる必要はないんですけれども、甘草ですね、甘い草と書く甘草、名前がリコリス、グリチルリチンなどいろいろな名前で呼ばれているんですけれども、この甘草はステロイドと同じ副作用が起こることがあります。そのため、甘草は取りません。食品やお菓子、入浴剤、化粧品、漢方薬などいろいろなものによく含まれているのでご注意なさってください。かゆみについてお話しさせていただきます。私たちは人類にとって耐える限界を超えたかゆみを体験しています。発作的に襲われたかゆみなどは我慢などは無理で、発作的なかゆみが始まると息もつけないほど強くかくのがこの病気です。骨まで内臓までえぐるようにかきむしりたいほどのかゆみです。
ある方はフォークを骨まで突き刺してえぐっても我慢できないかゆみと表現されていましたが、その通りだと思います。しかし皆さんは皆さんの周囲の方に愛を込めて書くなと言われ続けている人生かと思います。皆さんが体のその部分を引きちぎってしまってもいいと思うほどのかゆみに襲われていることをその方々は体験したことがないのでわからないんです。ですからそういう愛あるアドバイスにはありがとうと返事をして聞き流すしかないんです。良くなるためにはそういうストレスを少しずつ受け流す強さも身につけてください。親御さんたちはお子さんに書くなというのは金輪際やめることをお勧めします。信じられないかもしれませんけれども、その方が早く治るんです。私は皆さんがどれほど切ないかゆみに襲われているか知っています。こればかりはしょうがないんです。書いても悔やまないでください。脱毛質が進めば書いてもそのうちに皮膚に傷がつかなくなります。佐藤先生の傑作イラストがまた登場しましたね。先生は書いてもいいっておっしゃいます。書いてしまったことを悔やまないでください。書いてもいいっておっしゃいます。なぜならこれはかゆい病気だからです。一度医者が書くなと患者に言うと、患者と医者の信頼関係はその一言で崩壊する。かゆみはこの病気のメジャーな症状だから書いていい。書いて乾かして、書いて乾かして、書いて乾かして。その繰り返しをしているうちに肌は少しずつ強くなっていく。患部はだんだん小さくなっていき、そして消える。ただし、最後の一書きは優しく。このお言葉にどれほどの患者が勇気づけられているかわかりません。世界中の私のブログの読者さんも感動しているお言葉です。私たちの病気を心底知り尽くしているからこそのクリアで愛のあるお言葉です。そしてこの治療方針を理解する上での根本とも言えるお言葉です。本当に諦めずにこの繰り返しをすることなんです。乾ききった皮膚は先ほど見ていただいたように両足に茶色の厚いかさぶたが作られてひどい見た目ですし、かゆいんです。本当にかゆいんです。そのすべてが落ちるまでかき壊したこともありました。尋常ではない量のかさぶたがベッドに落ちました。でも、やっちゃったと笑い飛ばしてまた、さあ次と乾かしました。何度も何度も繰り返しました。しかし、その後少しずつ肌が強くなり、ついに3ヶ月以内に奇跡の回復を見ました。次にアトピーは治るのというお話です。アトピー性皮膚炎の原因の一つはフィラグリン遺伝子の異常ということが分かっているだけなんです。完治するという商業戦略に騙されないでください。またアトピー性皮膚炎はアレルギーによるものではないので、食アレ、ダニアレルギーは心配しないでください。脱毛質で治るかというのも 100% を望まないことです。体質を完全に変えるのは並大抵のことではないのは察しがつくかと思います。ただし、ステロイドの副作用をアトピーの悪化と診断されているケースも相当あるはずです。ステロイド70年の歴史を考えると、患者数が激増してきている上に、薬の売り上げが右肩上がりで上がり続けている事実があるので、
この薬で治せていないのは明らかです。皆さんが今苦しんでいるのはアトピーではなく、ステロイドの副作用ということも考えられます。そういった意味でも、脱保湿でアトピーも良くなったとおっしゃる患者さんはとっても多いんです。脱保湿をやる上での心構えのお話です。この治療は治癒が早いとはいえ簡単ではないですし、楽ではないんです。ステロイドを塗った時にさっと症状が一時的に引く感覚で始めると心が持ちません。ここで2つのギブアップしがちなポイントを申し上げますね。とっても重要です。治癒の前には皮膚が完全に乾燥するんですね。赤みが消えて浸出液が止まり、完全に皮膚が乾いたら治癒への第一段階の始まりです。かいて浸出液が出ている時より血が出ている時の方が治癒に近いそうですよ。乾燥過程の見た目が素人には悪化に見えます。乾燥段階では壮絶なかゆみがあり、何度もかき壊します。これを乗り越えた先に治癒があるんです。覚悟と確かな知識がないと不安になり、治癒の直前にやめてしまいます。この段階で諦めるかどうかで道が分かれてしまうことを覚えておいてください。メンタルケアのお話です。これは科学では永久に証明できないんですけれども、ここにいらっしゃる患者さんは心の持ちようが症状に影響を与えている可能性が高いことにうすうす気づいていらっしゃいますよね。心は関係ないと絶対に言い切れないと思うんです。ストレスが影響を与えたり、辛いことがあった時に悪化したりは誰もが経験していると思います。そこで今日は最後に心の持ちようについてお話しします。皆さん、何かというと感知とおっしゃいますよね。残念なお話ですが、感知という目標、やめた方がいいかもしれません。夢も希望もない話をするようなんですけれども、夢と希望は実は持たない方がいい時があるんですね。感知しないという話ではないですよ。これからその訳をお話ししたいと思います。目標を持つ、希望を持つ、感知などというと、一見前向きないいことのように聞こえますよね。しかし、感知を目指している限り、実際はまだここがとか、あとここがということに必ず意識がいってしまっているんですね。つまり、気づかないうちに不平不満を発しているんです。さらに、必ず感知すると言っているうちは、どこかに力が入っちゃってるんです。感知すると目標を言っているときは、まだここが治っていないんですと、現在の状態に不満を言っていることと同じになりがちなんです。感知目標で、あとここさえ良くなればとか、ここが良くなるまであとどのくらいかかるんだろうと常に考えるのではなくて、ここが良くなった。ここは何ともない。よかった。ありがたい。心の持ちようはこっちです。想像してみていただきたいんです。不平不満、愚痴、泣き言をずっと言っている患者と、何かに感謝を見つけて明るく穏やかに日々を過ごす患者と、人間の体の自然治癒能力が働くのはどっちでしょうか。自然治癒とか免疫学などあれこれ学んだことがなくても想像できるはずです。これは人間の体の道理であり、仕組みであると思われます。自分の心の持ちようが治癒を遅れさせていることもあるかもしれません。あなたの言動が患者であるお子さんにプレッシャーやストレスを与えて悪化させることもあるかもしれません。
もっともっとリラックスした方がいいんです。早く治りたければ、その完治という崇高な目標からご自分を解き放ってあげてください。本当に幸せな入院生活を私は送らせていただきました。私はこの先も再発しても全く心配はございません。一つも恐れていません。治り方を知ったからです。自分の体に起こったのであれば、それはどんなことをしてでも自分が乗り越える以外に道はないんです。あなたの自然治癒の力を信じてください。薬なしでも良くなるんですよ。完璧を目指さず、小さな部分でも改善した部位に焦点を合わせ、感謝を持ってこの経験を乗り越えていただきたいんです。すでにこの情報で治った方々が世界中にあふれるほどいらっしゃるんですよ。あなたも必ず良くなりますよ。ご清聴ありがとうございました。